こんにちは、つんです。以前ご紹介した磁石がくっつくステンレスコーティングパネルシニオン。ご覧のようにタイルのような見た目なのに磁石がくっつくというパネルで、見た目よく壁をマグネット仕様にできると SNS で大バズり。しばらく完売続きだったこともあって、前回の DIY 動画もかなりの反響がありました。ご覧いただいた方ありがとうございます。我が家は洗面所の壁の左右に貼ったんですけど、壁紙は剥がれませんかとか、落下しませんかなどなど、たくさんの質問をコメントでいただきました。その都度お返事はしていたんですけど、あれからおよそ1年が経ったので、その後の様子や失敗談、そして今回実際に剥がしてみた結果などもまとめてご報告します。ぜひ最後までご覧ください。はい、そしてこちら1年が経過した我が家のシニオン。左側は貼って剥がせるタイプの両面テープ。右側は超強力両面テープで貼りました。両面テープはどちらもメーカー推奨品なんですけど、貼って剥がせるタイプの方はタイルやガラス、プラスチックなど凹凸のないツルツルした面に使えるテープで賃貸 OK。なんですが、ビニールクロスの壁紙は貼り付かないものもあるらしく推奨されていません。私はダメ元で貼ったんですが、やはりダメでした。これは前回の動画でもお伝えしているんですけど、貼った直後から浮いてしまった部分もあって、そこはマステと超強力両面テープで貼り直しました。割としっかり貼り付いていたところも、10ヶ月目あたりから浮き始めて、毎日ギュッと押してごまかしてきたんですが、ついに何枚かが落下。やはりメーカー様の言う通り、貼って剥がせる両面テープは壁紙にはおすすめしません。そして右側はこんな感じ。こちらはマステで養生した上に超強力両面テープで貼ったんですけど、毎日のようにこのディスペンサーを着脱しているにもかかわらず、1年経っても剥がれることなく綺麗な状態を保っています。ただこの1枚だけ折り曲げを失敗したみたいで角が浮いてしまう問題が発生していました。貼り直しても治らないので折り曲げからやり直すしかなさそうです。ということで今回は失敗したところを全面的にやり直します。はい、まずは左側をすべて取り外していきます。オフィシャルサイトには剥がし方は特に記載がなくて、私は何も考えずに手でバリバリと剥がしちゃったんですけど、不安な方はドライヤーなどで温めてからの方がより安全かもしれないですね。壁紙を傷めないかと心配するご質問を多くいただいたんですけれども、こんな感じで手で剥がしていってもこの通りノーダメージ。剥がせる両面テープのみで貼ったところもマステで養生したところも壁紙を傷めることなく綺麗に剥がすことができました。で、右側の貼り直した1枚もこの通り綺麗に剥がせました。ここはね、一度貼り直した時に私横着してシニオンに先に両面テープを貼ってからその上にマステを重ねて貼ったんですけど、この方法はちょっと強度が落ちるような気がしました。やっぱり先に壁にマステを貼った方が良さそうです。はい、ということで今回は左側も超強力両面テープで貼り直すことにします。この超強力両面テープは一度貼ったら剥がせないので、そのまま貼ると現状回復はできません。うちは現状回復したいので、今回も鴨居加工士さんのマステを全面に貼って養生します。前回失敗したコンセント周りは今回プレートを外した状態でトライしてみることにしました。プレートを外すと境界線がわからなくなってしまうので、鉛筆で線を描いてから外しました。まずは壁の汚れをしっかり取り除いてから全面にマステを隙間なく貼っていきます。マステもいろいろな種類があるんですけど、シニオンのオフィシャルサイト Q&A によると、アクリル系粘着剤の和紙のマスキングテープがおすすめみたいです。ちょっと画面では読みにくいかなと思うので、概要欄に Q&A の URL を載せておきます。はい、貼ったら余計なところを取り除いて、
コンセント周りも整えました。マステはこうやってつなげて前面に貼った方が剥がれる心配は少なくなるような気がします。そしてこの剥がしたシニオンを再利用できたらいいなと思っていたんですけど、手で折れるほど薄いので、壁から剥がす時とかテープを取り除く時にわずかに湾曲しちゃうんですよね。私は勢いよく剥がしてしまったので余計に曲がっちゃったのかなとは思うんですけど、見えるところに完璧に貼りたいという場合は慎重した方が良さそうです。ちなみにさほど曲がっていないものはもったいないなと思って、キッチンの比較的見えない棚の横に再利用することにしました。ここなら貼って剥がせる両面テープでも貼れるなと思ったんですけど、残念ながらテープが足りませんでした。仕方がないのでマステで養生して超強力両面テープで貼ることにします。シニオンは本当見た目よく広い範囲をマグネット仕様にできるのがメリット。実はこの上のキッチンペーパーもマグネット補助板で貼ってるんですけど、この見た目の違いは一目瞭然ですよね。シニオンなら使っていない時もすっきりしています。最近はマグネット仕様の収納アイテムも増えてきたし、いっそのことここ全面的にシニオンを貼っておけば何かと便利に使えそうだなと思いました。はい、ということで洗面所用に新しく10枚購入しました。定価はマットカラーのホワイト2枚で1287円、10枚セットで5786円。これに別途送料がかかります。10枚セットの方が少々お得ですが、それにしてもちょっとお値段は可愛くないのがネックですよね。Amazon や楽天でも購入することができます。ちなみにニトリにもほぼ同じ商品があって、ニトリの方は2枚で1490円。剥がせないタイプの小さな粘着テープが10枚付属しています。で、10枚セットはありません。定価はニトリの方が少々お高いですが、粘着テープや送料、交通費を考えると、大きな差はないかなといった感じです。はい、では洗面所にどんどんと貼っていきます。あとはひたすら測って切って貼っての繰り返し。私は手袋をし忘れているんですけど、切り口が結構鋭利になるので切るときは手袋が推奨されています。そして前回失敗したコンセント周りは今回慎重に測って印をつけてからカットしました。シニオンは厚みが 1.5mm あるので、コンセントの周辺を重ねるかっていうのはちょっと悩んだんですけど、今回は少しだけ重なるぐらいで試してみることにしました。シニオンは上にフィルムがかかっているので表面に線を引いても大丈夫です。で、前回も苦戦したコの字型のカットはハサミだとやっぱり中央部分がどうしてもまっすぐ切れないので、カッターで切ってみようって今回も試してみたんですけど、やはりカッターでは切れませんでした。ただうっすら筋はつくので何もしないよりはまっすぐ折ることができました。こうして何とかグニグニ折り曲げて癖をつけてから、最終的にはハサミで切るんですけど、前回よりはまっすぐ切ることができました。はい、そんな感じで進めていった結果、コンセント周りは前回よりも綺麗に仕上がったんじゃないかなと思います。はい、全部貼り終わったら保護フィルムを剥がしてコンセントのプレートを元に戻しますが、プレートがわずかに浮いてしまいました。これ大丈夫なんですかね。もし詳しい人がいたら教えてほしいです。コンセントに少し重ねた方が見栄えはよく仕上がりますが、シニオンの厚み分プレートが浮いてしまうということが分かったので、プレートには重ねずギリギリを攻めた方がいいかもしれないですね。ちなみに設置して1週間ほど経ちますが、コンセントは特に問題なく使えています。はい、そんな感じで左側が完成しました。
2回目っていうこともあって、さすがに前回よりは綺麗に貼ることができました。はい、続いて右側の角をやり直します。こちらもマステで養生してから超強力両面テープで貼っていきます。角の折り曲げ方を改めてサイトで確認しました。この角の根元に力を入れてぎゅっと折り曲げて、折り目がついたら一度壁から離して90度に整えます。壁にセットしてみていい感じにフィットしていれば OK。両面テープで貼り付けていきます。今回は念には念を入れてローラーで圧着もしました。角が膨らんでるという様子もないし、うまくいったんじゃないかなと思っていたんですけど、翌日もうね浮いてたんですよ。これすっごいショックで、ちゃんと折り曲げたつもりだったんですけど、何が悪いのかよくわかんないんですよね。下の2枚は浮いたりしていないので、曲げ方が甘かったのかもしれません。で、ここはもう仕方がないのでもう一度やり直しました。今度は念のためマステを貼った後に粘着力が安定するまで24時間待ちました。そしてシニオンをもう一度根元からぎゅっと折って、今度は一旦90度よりも内側まで折って癖をつけて、それを90度に戻しつつ角に当ててフィットさせてから超強力両面テープで貼りました。さらに念入りに手で押して圧着したので、今度こそ大丈夫じゃないかなとは思うんですけど、とりあえず1週間は浮いてきてはいません。はい、そんな感じでシニオンの DIY1 年後の経過報告と失敗談、そして貼り直したレビューでした。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。少しでも参考になりましたら、いいねやチャンネル登録、ハイプをいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。